こんにちは、ちか先生です。はい、今日も一緒に日本語を勉強しましょう。今日はパッシブフォームのレビューです。パッシブフォームは日本語で受け身形と言いますが、食べるの受け身形、パッシブフォームは食べられる。飲むの受け身形は飲まれる。はい。受け身ですね。はい。で、どんな、日本語では、このパッシブフォーム、よく使いますけど、ちょっとね、使い方が難しいですよね。この受け身系はだいたい JLPT N4 で勉強しますから、N4 の人はもちろんですけど、その後ね、N3、N2、N1 の人ももう必ず絶対に100%覚えなければなりません。はい。日本人は受け身系を使うのが、日本人はパッシブフォームを使うのが大好きですから、はい、覚えてください。じゃあ今日は受け身系パッシブフォームのレビュー、復習と練習、プラクティスをしていきます。はい。それではですね、まずは、受け身文。日本語で書きました。ちょっと難しいですけどね。パッシブセンテンスですね。パッシブセンテンスじゃなくて、普通の文は、アクティブセンテンスは能動文と言いますね。これは覚えなくてもいいんですけど、はい。でも何が違うんですか？何が違いますか？母は私を起こしましたと、私は母に起こされました。何が違いますか？主語が違いますね。主語っていうのは subject。subject。これの subject は母ですよね。はい。じゃあ、受け身文の、主語、サブジェクトは私ですよね。はい。で、私が、母が私を起きなさいって起こしました。wake up, wake up って起こしましたけど、でも、私の話でしょ？私の話で私が話すことだから、やっぱり、私と母で私の話をするときは、私が主語がいいんですよ。私がサブジェクトがいいですよね。はい。じゃないと、母は私を起こしましたっていうと、なんか私の話だけど、私関係ないみたいな感じになるんですね。私の関係ないっておかしいですよね。私の話だから。だから、基本的に、ベーシックからいい基本的には、私の話は全部私を主語、サブジェクトにしたいんですね。どうして私の気持ち、私のフィーリングを言いたいからなんです。はい。で、だから、私は母に起こされました。こっちの方が自然、more natural、自然なんですね。はい。だから、どうして受け身文にするんですか？どうしてパッシブセンテンスにするんですか？私の話は私をサブジェクトにしたいから。どうして？私のフィーリング、気持ちを言いたいから。これですね。はい。はい。で、ちょっとね、ポイントなんですけど、受け身系、パッシブフォームと手もらう、giving and receiving の言葉は似てるんですね。状況、シチュエーションは同じなんです。例えば、弟に大切な本を捨てられました。弟に大切な本を、隣の人にゴミを捨ててもらいました。これ捨てるっていう同じなんですけど、これは受け身ですよね。パッシブフォーム。で、これが手もらうですよね。手もらうを使うと、感謝、ありがとう、Thank you の意味になるんです。でも、受け身を使うと、なんでそんなことするの？気分悪い。気分が悪いんですね。はい。なので、ありがとうの時は手もらうを使う。で、気分悪い時は受け身を使う。このようにしますね。することがあります。ので、使い方気をつけてください。で、ありがとうの時に受け身系を使うと、パッシブフォームを使うと、聞いてる日本人は、あなた嫌だったのって思っちゃうってことですね。はい。で、手もらうを使うと、あなた、嬉しいのねっていう気持ちになるから、これは、気をつけてくださいね。はい。
括弧に入る形を選びなさい。妹は母に何々自分の部屋で泣いています。叱って、叱れて、叱られて、叱らせて。これは叱られて、これ受け身形ですよね。はい、パッシブです。はい。叱られる、叱る、叱られての、ディクショナリーフォームは、叱る、叱る。叱ったのは誰？母が叱るですよね。はい。じゃあ、アクションする人は母ですね。ってことは、この人がアクションしたから、叱られて、パッシブで、叱られたから自分の部屋で泣いてるでしょ、妹が。はい。これ、叱ってだと、妹がお母さんを叱るになっちゃうんですね。これだとね、誰々が人を叱るになりますね。で、叱れて、これはないです。はい。not existed。で、叱らせて、これは causative ですね。おかしいですよね。妹は母に叱りなさいっていうのおかしいから、これですね。はい。はい。そうですね。妹はレシーバーなので受け身系です。で、母に叱っては、叱るのは妹になっちゃうし、2はその言葉はない。で、4は刺激系、カウサティブなので、そうですね。はい。これと一緒ですね。はい。じゃあ次5番。明日が試験なのに友達に何々困っています。これさっきね出ましたね。はい。来て、来れて、来られて、来させて。これは迷惑の受け身。迷惑っていうのは、なんでそんなことするの困っちゃうなーっていうトラブルですよね。だから受け身系がいいですよね。パッシブ。本当は友達が来て、困ってましたけど、これに迷惑、来ないで、嫌っていう気持ちを言いたいからパッシブにする。で、そのアクションした人が友達。で、来る、来てではないですよね。はい、これ来てじゃない。で、来るのパッシブは来られるですね。来るのパスで来られるの定フォームは来られて、だからこれ。はい、来られて。はい。これって、ない。はい。来させて。これは causative。これがパッシブ。はい。なので、はい。そうですね。子供たちに来られて困っています。来て欲しくないのに来た。これは迷惑ですよっていうことですね。はい。迷惑の受け身。迷惑は、いやー、来ないでやめてやめて、私気分悪いっていうことですよ。はい。はい。じゃあ、次。いつも自分でお弁当を作りますが、今日は忙しかったので母に作られました。作ってもらいました。これはヤンさんの時と違うんですよね。どうですか？お母さんありがとうでしょ？だったらこっちですよね。はい。これも、作られましたっていうこの受け身ね。パッシブ。これは、いや、気分悪いでしょ？でも、お弁当作る時間なかったんですよ。お弁当作る時間なかった。どうしよう、お弁当作んなきゃいけないけどって言ったら、お母さん、ほら、作ったよ。お母さんありがとうですよね。ありがとう。作られましただと、なんでお母さんが作るの？作らないでください。私、お母さんのお弁当を食べたくないみたいなイメージになるので、違います。はい。だから、手もらうとパッシブ、これ、シチュエーション同じなんですけど、気持ちが違うので、気をつけてくださいね。はい。じゃあ、11。昨日夜中に友達に電話で何々ので、今朝は本当に眠いです。起こされた。起こしてもらった。これはどっち？ありがとうが気分良くないか。
眠いんですよね。っていうことは、寝たかった。本当は寝たかったけど、友達が電話をしてきて、その電話で話したから眠い。本当は寝たかった。じゃあ、気分はあんまり良くない。っていうことはこっちですよね。今日もレッスン見てくれてありがとうございます。はい、Thank you for watching. This is my exclusive lectures for my course members. If you want to access all my lectures, let's join my course and study together. 待ってます。